これはなんていう商品なんですか？これ牛タン花テスターですね。はい。低温調理したタン先ですね。はい。薄くスライスして。これポテトサラダの仕込みです。そう、これがタルタルのベースで、さっき刻んでるガーリックさっき言ったんですけど、でこのハーブが、これもビールっていうハーブなんですけど、これが結構香りが良くて、これ結構ね、これ入れるとアクセントになるのと、結構口の中に風味が広がるんで。まあこれで3人前、200、200、130g かな。で、焼いてる感じ。包丁を寝かせて切るのがコツです。ランチはどうしてもスピード重視になっちゃうんで、あんまりハートフルサービスってできない。あんまりできないです。夜に向けて、頑張ろうと、心のチェンジです。もうお肉は牛タン以外使わないんですか？ないっす。ほぼ牛タンから、もう本当にこの1本からいろんなものが派生してるんで、多分24種類ぐらいはあるんじゃないですか。その商品名とか商品数だけで、そんなにあるんですか？はい、牛タンからあります。
ある程度生姜とか臭み消しでちょっとこうやって入れたりして最初に火かけるんですね。でちょっと沸騰したら蓋して圧力開始なんですよね。アクが結構出ちゃうんでやっぱり先にちょっと火かけて余計なアクを取った後に圧力するっていうイメージですね。雑味が結構出ちゃうと思うんでこれでえぐくなっちゃうから。仕入れはもうじゃあ牛タンだけ。牛タンだね。ニンニクはそうですね。牛タンしかないです。鶏肉とか見てないの最う近。ん。ありがとうございます。今年はちょっと日替わりなんです。まあ基本はここが変わる感じですかね。あ、野菜。冬とかは牡蠣と梨の白あえ使ったりしてたんで、まあ、ここは季節で変えるっていう感じです。ポテトサラダと、牛タンの佃煮で、これがほうれん草とのおひたしで、まあ、柚子皮をのせてる感じです、はい、これはコースのみ落としです。もうこの牛タンの料理は全部店内仕込みなんです。そうですね、はい、もう全部やってるんで大変です、本当に、はい、まず12時間つけて12時間低温調理なんで1本出来上がるのに24時間、そう、はい、1日がかりで。そうですね、はい、時間はやっぱかかるんですけど、まあでもその後もやっぱ妥協は一切しないんで、味は間違いないと思います。まあ一応しゃぶしゃぶと同じ、まあ、これしゃぶしゃぶで出してるようなお肉なんですけど、串はこれを人数分巻いて仕込みって感じ。牛タンって他のお肉と違って難しいところとかってあるんですか？使う部位をもう分けて、それに対しての工程で調理をするんで、そこはやっぱ大変かなとは思います、はい、なんですかね、味付け1個で結構変わるんで、そこも角煮にしたりテッサにしたりしゃぶしゃぶにしたり、まあ、レアタンにしたりなので、こんだけタンで商品ができるんだっていうのは僕もやってみて思いました、はい。邪魔だって言われる。
はい。2日とか3日に1回ぐらいですかね。で唯一火を使うのでちょっと大変かなと思います。これがジンジャーエールです。いや、これはですねすだちとライムサワーなんですね。でジンジャーエール作る時って皮しか使わないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で実が余っちゃうんで、もったいないんでそれをお酒に漬け込んでます。なので本当に皮をさっきの砂糖とザラメと水のやつに入れ込んで煮出しをする。皮はジンジャーエール、おつみはお酒を。で今日作ったやつってジンジャーエールはやっぱり明日の夜ぐらいしか使えないんですね。ずっと味を染み込ませたいんで、それがねやっぱり大変なんですよ。ザラメの水です。でライムも入れちゃいます。煮ないでフレッシュのやつはちょっと残しておく。こちら。すごい。これでまた、20分ちょっとぐらい煮込んで冷やして完成。高校生が部活の時に食べるじゃないですか。はい。あれです。これもドリンクになる感じです。そうですね。蜂蜜レモンサワーで。腐らないからですね。2名様分はこれで1台、3名様でこれが1台ですね。で単品のしゃぶしゃぶの1人前の分量はこれに野菜がつきます。これユッケ用で切ってます。千切りして。いや、ありかも。これは牛タンの釜飯用で、そうこの端材になった部分をタン先の部分を使うように今刻んでますね。作ってて捨てる部分ってもうほぼない。ないですね。全部使ってますね。先からタン元まで全部使う用途があるからすごい捨てないですね。おでんだし、そう、あごだし、ゆでタンとかでも使うだしを作るんですけど、ゆでタンを営業の分ちょっと温めるのが、今この圧力鍋で作ってるやつ。そう、これが切ったのがこれなんで、これがゆでタンの2時間半後の、1枚グラムで分けて1、2枚ずつ切ってある。だいたい個数入るだけのと、こんな
普通に炙るのと炭で炙るので結構違います。そうですね、全然火の強さが違うのと、あと表面のパリッとした感じがもう出ないから全然。香りも、これに油が落ちて鶏の煙を吸ってるお肉とっていうのは結構違くて、表面が全然違うんですね、やっぱり伝わるのに結構時間かかるから。これ夜の分を米だけちょっと持っておいて、釜飯絶対使うんで準備です。京都の八代目義兵っていう米を使ってて、そうすごい美味しいお米なんですよね。結構値段もするんですけど、なんか洗い方にもこだわりがあって、あんま洗いすぎないみたいなのもありますし、一番最初に、洗米するときに、その水はもう10秒ぐらいで捨てないと味がちょっと変わっちゃうとか、米潰さないようにっていうのが自分は一回習ったことがあるんで、それ通りに洗って浸水1時間して保存しとくっていうのがあるんで、かなりいいお米ですよ、これ始めるという感じです。5枚ぐらい割れてるんです。綺麗ですね。コアメンバーを吸収したつもりだったんだけど、社長についてき行かないですよね。だって食べてで1個あたり4等分ぐらいで切って盛り付け、中心がレアになってるので、やりたい食べたいとか初めて1年だから、まずこのぐらいよっていうのとかちゃんとね。弁当でいいやつ。
つけだれが塩ポン酢。この後すごくますね。一枚僕の方ですかね。はい。ちょっとぼっち。で牛タン自体は低温調理しているので、このままでもお召し上がりできるので、軽くだし通ししていただければ、このイメージです。でこれ上ネギをちょっと巻いていただいて、はい、一番と玉は、ありません。やりすぎた説。まあでもすごいトロトロ。これはちょっとクラスがどうこうだからいいのか。この低温調理済みの牛タンのテスト吸った後の端材とか、それを全部釜飯にしてます。レアタン焼きでございます。おすすめの食べ方がございまして、左側から生胡椒の塩漬け、真ん中がわさび、お塩がスモークソルトとなっております。胡椒を口の中で噛んでいただきましたら、こちらの風味に合わせてわさび醤油かスモークソルト合わせていただくと美味しく召し上がれるので、ぜひ試してみてください。失礼します。飲めるゆでタンです。じゃあ、あごだし、熱々のあごだしをかけさせていただきます。これもう本当に箸でもスプーンでも切れるぐらい柔らかくしてください。